神奈川県の自転車ルールブックへようこそ。日本で自転車に乗るとき、必ず覚えておきたい安全ルールが5つあります。第一に、自転車は原則として車道の左側を通行します。歩道は例外であり、歩行者が最優先です。第二に、交差点では信号を守り、一時停止が必要な場所では必ず止まり、安全を確認します。第三に、夜間はライトを点灯します。第四に、飲酒後に自転車に乗ってはいけません。第五に、ヘルメットを着用しましょう。さらに、2026年4月1日から、自転車の一部の違反に、青切符による反則金制度が導入されます。神奈川県では、自転車損害賠償責任保険などへの加入も必要です。神奈川県が自転車条例を定めた理由は、歩行者、自転車、自動車のすべての人が安全に通行できる地域を作るためです。近年、自転車が歩行者に衝突する事故や、重い怪我につながる事故が問題になっています。実際に、小学生が自転車で女性歩行者に衝突し、女性が頭に重い怪我をして意識が戻らなくなった事例では、保護者に約9500万円の賠償が命じられました。このような事故に備えるため、神奈川県では自転車損害賠償責任保険への加入を義務付けています。これは自分の怪我のためではなく、自転車事故で相手に怪我をさせたり死亡させたりした場合に保証するための保険です。自転車損害賠償責任保険は保険代理店や共済で確認できます。TS マーク保険は自転車安全整備士が点検整備した自転車に付けられる保険です。神奈川県外から来た人でも神奈川県内で自転車に乗る場合はこのルールの対象です。レンタサイクルも同じです。安全のためには反射材を取り付けて周囲から見えやすくすること、鍵をかけて盗難を防ぐこと、定期的に点検整備をすることが大切です。また、スマートフォンを見ながら乗ること、イヤホンをつけて乗ること、傘を差しながら乗ることは危険であり、禁止されています。ここからは新しい自転車ルールを確認しましょう。まず、スマートフォンを使いながら自転車に乗ることは禁止です。手に持って通話すること、画面を注視することはもちろん、スマホホルダーに固定していても、画面を見続ける行為は違反になることがあります。違反すると、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる場合があります。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となることもあります。次に、酒気帯び運転は禁止です。運転者だけでなく、自転車を提供した人、酒を提供した人、同乗者も処罰の対象になる場合があります。2026年4月1日からは、比較的軽い自転車違反について、青切符制度が始まります。青切符の反則金にはいくつかの例があります。携帯電話を持って使用しながら運転した場合は12,000円の反則金となる可能性があります。閉まっている踏切に入った場合は7,000円です。信号無視、逆走、交差点での安全進行義務違反、横断歩道で歩行者を妨害する行為などは6,000円となる場合があります。通行禁止場所の通行、一時停止違反、無灯火、ブレーキ不良などは5,000円です。歩道でスピードを出しすぎる、並進禁止の場所で並んで走る、ベルを不適切に鳴らすなどは3,000円となる場合があります。青切符を受け取ったら、告知を受けた日の翌日から7日以内に、郵便局や銀行で反則金を納付します。自転車は自動車と同じく車両です。歩道と車道が分かれている道路では原則として車道を走ります。自転車道や普通自転車専用通行帯がある場合はそこを通行します。基本は車道の左側通行です。
このルールに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる場合があります。歩道を通行できるのは例外的な場合だけです。歩道を走るときは、車道寄りをすぐに止まれる速度で走り、歩行者の通行を妨げる場合は必ず一時停止します。道路を走るときは車両用の信号に従い、横断歩道を押して渡るときは歩行者用信号に従います。交差点で右折するとき、自転車は2段階右折をします。まず、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、そこで自転車の向きを右に変えます。その後、正面の信号が青になってから進みます。自転車は右折矢印信号でそのまま右折することはできません。横断歩道で歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車から降りて押して渡りましょう。見通しの悪い交差点や一時停止標識のある場所では、必ず止まって安全確認をします。夜間はライトを点灯し、飲酒運転は絶対にしてはいけません。死亡事故では頭部損傷が多く、2020年から2024年のデータでは、死亡した自転車利用者の損傷部位の 53.1% が頭部でした。だからこそ、ヘルメットが重要です。電動アシスト自転車では、急発進やスピードの出しすぎに注意しましょう。特に発進時は思ったより早く動くことがあります。立ちこぎは危険です。信号待ちでは両足を地面につけ、ブレーキをしっかり握ることが基本です。子供乗せ自転車では、小学校入学前の幼児を最大2人まで乗せることができます。ただし、停車中でも子供を乗せたままだと自転車が倒れやすくなります。子供を乗せるときは後ろの席から、降ろすときは前の席から行います。また、道路標識や路面表示を理解することも大切です。自転車通行止め、歩行者専用、一時停止、徐行などの表示を必ず確認しましょう。電動キックボードなどの特定小型原動機付き自転車は、日本の新しい車両区分です。条件を満たさない場合は、原動機付き自転車や自動車として扱われることがあります。車体は幅60センチ以下、長さ190センチ以下、定格出力は 0.60kW 以下です。車道モードでは最高速度 20km 毎時以下、表示灯は緑色です。歩道モードでは最高速度 6km 毎時以下で、表示灯が緑色に点滅します。ナンバープレートと自賠責保険が必要です。運転免許は不要ですが、16歳未満は運転できません。ヘルメットは努力義務です。スマートフォンの使用、傘差し運転、二人乗りは禁止です。最後に、自転車損害賠償責任保険に加入しているか確認しましょう。自転車事故で相手に怪我をさせたり死亡させたりした場合に、損害を保証できる保険に入っていますか？自転車保険だけでなく、自動車保険、火災保険、傷害保険、会社の団体保険、PTA 保険、共済、TS マーク保険、クレジットカード付帯保険などに、個人賠償責任保証が含まれている場合があります。わからない場合は、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせてください。神奈川県で自転車に乗る前に、ルールを理解し、安全に走り、ヘルメットを着用し、必要な保険に加入していることを確認しましょう。